はい。それでは、ガンノートスタートしていきたいと思います。今日のゲストはですね、轟さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、轟ひろみです。よろしくお願いします。はい。轟さんです。よろしくお願いします。轟さんとはですね、いろいろ長い間、いろんな活動でもご一緒させていただいているんですけれども、今日満を持して、はい、今日ね、お話しいただくという形で、癌になったのはね、今年ですもんね。そうですね。10月に告知を受けているという状態なので、まだ本当に患者歴は短いです。はい。なので、そんな中でね、今も治療中にもかかわらずちょっと今日来ていただきましたので、ちょっと皆さんと一緒にですね、治療についてちょっとお話を聞いていければなということを思っております。で、まず、私とちょっとガンノートの自己紹介をさせてください。私、岸田と申しまして、25歳と27歳の時にガンに罹患をいたしました。その経験からですね、今、ガンノートというものの代表理事をしているんですけれども、そんな、ガンノートに関しまして、今日来てくださっている方はね、皆さんご存知かと思いますけど、ガン経験者さんのインタビューを YouTube などで発信をしております。暗くなりがちな、ガンの経験などちょっとユーモアを交えながらお話をしておりまして、ガンの治療のことは、医療者の方に聞いてくださったらいいんですけれども、それ以外のことですね。家族や友人、学校や仕事、お金や恋愛、結婚、育児などそういった、生活情報にちょっとフォーカスをしてお届けをしているという風なものが、ガンノートとなっております。今日は、気象がんセンターさんとちょっと、共催という形でですね、今日このイベントをさせていただいております。そんな中でなんですけれども、はい、今回のゲストの紹介となっておりまして、今回のゲスト、すいません、轟さん自己紹介お願いできますでしょうか。はい、私、轟ひろみと申します。ここに書いてあるように、東京都出身で、東京都で、生まれ育ってます。でね、思いっきりも年齢書いてありますけど、63歳で、私、ひろみなので、ロミって言われているので、今年は私の年かなっていう、私の年だなっていう1年間でした。で、家族は、私、夫を、スキルス胃がんっていう、癌で、もう、そうですね、9年半になりますね。前に、亡くしておりまして、それで、今現在、家族という立場としては、夫の母、そして長男の夫婦、あとは長女がいます。で、仕事、これずっと読んでっちゃっていいんですかね。そうですね、まず。はい。仕事というのは、ずっと夫が立ち上げた、スキルス胃がんの、患者家族会の認定 NPO 法人希望の会という会の理事長をしていたのですが、今年11月に新たに胃がんネットという一般社団を立ち上げて、希望の会を解散する。これもこの中でお話をしていきます。趣味ですか？はい、趣味お願いします。はい。実は私、趣味は、釣りが趣味。釣り趣味って意外ですね。意外でしょ？うん、でもね、私もともと幼稚園の先生だったので、はい、何かを捕まえてっていう、生き物好きなんだけど、もう虫も手づかみだし、全然、あんまり怖いものがないっていう。で、なんか狩猟民族みたいに取りに行くって感じで。で、釣りが好きだったのは、やっぱり何かそういう仕事してる中で悩みがあった時に、釣りをしてる中でじーっと考える時間とか、自然を見てると、私の悩みはちっぽけだなとかって思える。そして、キャッチ&イートだったので、これ買ったら高いぞと思いながら、必ず釣り上げるという。はい。で、釣りが好きでした。あと、カラオケも好きですし、で、お酒は、私、好きですけど、利き酒師っていう、日本酒の、そういう、マスターですよね。の資格も取っていたということで。はい。ただ、全部過去形になってますね。現在は。今はね。今はね。はい。今は本当治療もね、されていたりだとかっていったところもあると思いますけれども、ちょっとじゃあ、癌についても教えていただけますか？はい。私がなったというか、告知を受けたのは、胆の癌という癌で、胆のっていう臓器があるってことはもちろん知ってたんですけれども、やっぱり告知を受けた時に、っていう胆の癌っていう感じだったんですね。で、自分と後で多分流れの中でお話ししていくんだと思いますけど、本当に自覚症状っていうのは半年間ぐらいとにかくだるかった。とにかく体が重かったっ
っていうのが、自分の症状でしたね。はい。はい。で、そして、もうね、ステージも4と。はい。いうことで、その後、この告知が告知こっちですね。63歳。そうです。63歳です。の時ですね。はい。で、今、薬物療法されていて、今も現在も治療中。はい、治療中です。いうことで、まあ、このような状況をですね、どのような形で、こう、轟さんが治療を、こう、今ね、されているのか、皆さんもね、SNS でも知られた方もいらっしゃいますけれども、今日はじっくりちょっとお話をお伺いしていきたいなということを思いますので、よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。はい。まず個人の経験談でございまして、特定の治療を推奨しているわけではございません。ご自身の病気は、主治医の方にご相談いただいてという風な形で進めていければと思いますけれども、このワンノートですね。この後、感情の浮き沈みだったりとか、吹き出しでポジティブやネガティブ、普通やその治療など、この吹き出しでもお伝えをしていきます。まず、のみさんの経験談、こんな形となっております。今年、半分から先が今年の出来事ということで、半分から前がちょっと今までの出来事をちょっとロミさんに振り返っていただきたいということを思います。はい。まずですね、はじめにここのところに何があったのかと申し上げます。はい。まず、哲也さんのステージ4の癌の告知ですよね。はい、そうですね。ちょうど12年前なんです。12月に、夫のスキルス胃がんで、それでステージ4っていう告知を受けました。で、検診もずっとしてたし、それから1年前に要再検査になって、検査をした時に胃炎って言われてたんですよね。ただ、なんかずっと不調が続くからおかしいなって思って、1年後にもう一度、区の検診を受けた時に、病院から呼び出しがすぐ来て、そして行った病院で、スキルス胃がんのステージ4という告知を受けた。それが、この12月だったっていうことです。はい。まあね、その時の、ロミさんとしても、この時はもう、一番やっぱ下がってるってことは、すごくショックを受けたっていうことですよね。ショックを受けましたね。例えば、癌になったら、私も夫も、手術が、治療法として必ずあるんだろうっていうイメージがあったんですよね。で、胃が悪い。で、もし癌って言われても手術をしてっていうイメージがあったら、いきなりこれで言われたのが手術不適応っていうことだったので、手術ができない。不適応っていう。そのことがもう本当にびっくりしたっていう。じゃあどうなるのっていうのでも、とにかくどん底っていうことですね。はい。で、この後どうなっていくのかっていったところでね、その哲也さんのちょっといろいろ治療もある中で、このね、次にこちら、ご実家が火事になられていくと。そうです。立て続けに。立て続けですね。12月に夫の告知を受けて、で、年明けの1月に、実は実家が火事になって、そこで私は親を亡くしているっていうことで、この1ヶ月の間に、この2つが立て続けに起こったっていうことは、もうとにかく受け止められなかったし、一体何が起きてるのっていう感じで、もう、今考えてもこれ以上のどん底はないって思うぐらいのどん底でした。確かにそう思ったらあれですね、前半でもうどん底が来てるって感じですもんね。そうですね。ただ、いろいろ悪いことがあった時に、やっぱりなんとかこう自分でそれを受け止めようとするじゃないですか、人って。で、その時にいいか悪いかわからないけれど、なんかそのことに、こう、意味を見つけていくっていうことがあるんだと思うんですけど、もちろん、何年もかかりましたよ。かかりましたけど、やっぱり夫が癌って言われた後にすぐ親がこういう形で旅立ったっていうことで、本当に、誰もが5分後には何が起きてるかわからないっていうことだから、癌って告知を受けたことでのどん底っていうことを、治療がね、それでも、治療していけるっていうところに、こう気持ちを向けていくっていう一つの、悲しいですけど、悲しいきっかけではあったと思います。はい。
でね、ご実家も火事になって、この1ヶ月の間に様々ね、当時は起こっていかれます。その後ですね、何が起こったか、次こちら。はい。はい。スキルス胃がん患者会の希望の会を発足されていくということなんですけれども、はい。これ、あれなんですね。患者会発足していくのがネガティブなんですね。そうですね。この患者会を発足したのは、夫なんですよ。うんうん、それで、患者会を発足するまでの道のりっていうのが、とにかく私は、家族として夫を助けたい一心だったっていうのと、あと、いわゆる科学的根拠っていうのを持っている、治療とそうじゃない治療っていうのの区別がつかなかったんですね。医師免許を持っている人はみんな、同じで、よくテレビとか、のドラマとか映画で、神の手みたいに、救っていく、そういうストーリーの中で、いわゆる、標準治療ってここにね、いらっしゃる方はお分かりになると思いますけど、そういう治療じゃない、突拍子もないことをして助けるっていうストーリーって結構あるじゃないですか。で、それが私の頭の中に多分、こびりついてたんですよね。だから、そういう人を探さなきゃって私は思ってた。夫はとにかく、科学を理解できる人だったので、それを病院の治療を受けるって言ってるんだけれども、私はそれを否定してるんじゃなくって、世の中に誰かきっと助けてくれる人がいる、それを探すのは私なんだって、とにかくいろんなものに手を出しちゃったんですよね。いわゆる民間療法っていうのに。そうですよね。はい、なんか今日の前回の日経新聞でも今ね、連載されている中で、ね、人参ジュース。そうです。の話もありましたけど。その中の一つが人参ジュースなんだけれども、結局自分でできることってあるじゃないですか。がん治療は自分ではできないけど、そう人参ジュース作るとか、何かいいと思う、言われているものを取り入れるってことは自分でできることだから、私が 100% できることをやらなくちゃっていうことで、もう、さまよってしまった。で、それが夫の治療にも影響してしまったっていうことで、夫が、こういう人は自分たちだけじゃないはずだ。だから、ちゃんと、後悔しないように、選択の力になる情報っていうのを届けるってことが必要なんだというふうに思って、夫は患者会を作るって言い始めたんです。で、私はそれに反対だったから、ネガティブ。そういうことね。そうか、反対の立場でっていうことで。はい、はい。ちなみにね、人参ジュースってわからない人はね、がんで治る飲み物みたいな形あると、すごく人参ジュースがね、すごく上がってきて、結構飲まれる方も多いっていう風な、はい。都市伝説的な。都市伝説ですよね。でも私はもう完全にそれに入れ込んじゃって、もう冷蔵庫の中が全部人参みたいな状態になっちゃうぐらい、これを飲ませなきゃみたいになっちゃったんですよね。そうね。しかも普通のミキサーじゃなくて、スロージューサーじゃない。スロージューサー。高い、ちょっとお高いやつを買ってね。僕も経験した、はい、形なんでね。だから反対していったっていうのがこの時だったっていうことで、ちょっとネガティブだった。ただ希望会を発足していってっていう風な感じにもなっていきますからね。はい。そしてその次にどういった形になっていくのか、次こちら。はい。全国がん患者団体連合会に加盟していくというふうなことですけれども。はい。このスキルス胃がんの患者会の希望の会を立ち上げたのが2015年の3月だったんですね。それで、夫の、いわゆる正確な情報を届けていきたいんだっていう思いに賛同した私と夫はもともと同じスキー部の出身だったんですけど、その同じ共通の友人がそれに賛同して、この立ち上げに関わってくれた。で、3月にNPO 法人として出発したんですけど、その年の5月だったと思う、5月ですね、に、多分ネットニュースか何かで、全国がん患者団体連合会発足っ
っていうのを見たんです。で、その時に、患者会は立ち上げました。ただ患者会って、何をするんだろうって私は思っていたので、これだと思って、ここに加盟するんだっていうふうに、私が思って。あ、そうなんですね。そうなんです。はい。夫に相談したかな？相談は、だって作ったの、哲也さんですよね。そうなんですけど。相談はしてほしいなと思うんですけど、さすがに。そうなんですけど、入ったんですね。入ったんですね。はい。検索して、天野信介っていう人に連絡をすれば入れてくれるんだろうと思って検索をして、そして入りたいんですって言って、だからもう本当に発足と同時に入ったっていうことですね。はい。ちょっと上がってるのはこれなんでなんですか？その時に、がん対策基本法っていうのが2006年にできていて、で、それの10年後の改正案っていうので、難治希少小児っていう今までの10年間に、例えば声を上げられないとか、上げにくい状況にあるっていうことで対策が遅れている、この、がんに対しての対策を強化するっていうことを、改正案に盛り込んでほしいという、いわゆる、政策提言を、この全国がん患者団体連合会は発足と同時に始めたんですよね。その時に、まさにスキルス胃がんは本当に治療に苦慮している状態だったので、こういうことも自分たちにできることなんだと思って、やる方向を一つ見つけたってことですよね。自分たちが情報発信をしようと思っているのは、そうなんですけど、それと同時に、こういうことも自分たちにできることなんだなっていうのに気づいたので、そこに、自分の、エネルギーがぐっと向いたっていうのが上がってることですね。だからスキルス胃がんの患者さんたちだけでなくて、広く一般の人たちにも、全国がん患者連合会に団体連合会に加盟して、政策提言とかもやっていける。そういったところに、ロミさんの、活力っていったところが向いていった。そうですね。向きました。はい。ただ、向いていったさなか、どんとね、突き下がっていく。はい。こんな出来事、この時の出来事何があったのか、それがついこちらになります。はい。旦那さんね、哲也さんが、請求されていくということで、これはもう、そうですね。2015年に希望の会ができて、で、夫が亡くなったのは翌年です。2016年です。で、この全国がん患者団体連合会に加盟して、最初の、要望活動、改正案に難治希少小児を入れてほしいっていう最初の頃は、夫も、一緒に動いてたんですけれども、本当に、治療法が確立されてない、それから進行が早いスキルス胃がんだったので、途中からは、夫は、ほとんど活動ができない状態になっていく。で、その中で、多分私は、夫との別れは近いっていうことは分かって、お互いに分かっているんだけれども、この、政策提言に力を向けて、なんとか保ってた。で、それを、やっぱり、亡くなった瞬間にね、私本当に声に出していったんだけど、本当に死んじゃったって思ったんですよ。いつかそういう時がやってくると覚悟はしてたけれども、本当にいなくなっちゃったんだって思ったのがこの、もう一度ズドンって落ちた時ですね。はい。そしてね、そんな中、ね、本当にいなくなっちゃったんだって言った中での、そんな中でも、ね、会は存続していかないといけないということで、理事長にも就任されていく。そうですね。夫は一言も希望の会を続けてほしいとか、どうこうしてほしいってことは、一言も言わなかった。で、とにかく、私2人子供がいるんですけど、子供たちにも、とにかく自分の人生を歩みなさいって言っ
で、自分が患者会を作ったからといって、その患者会を守らなきゃなんて思わなくていいし、自分が旅立って母親が一人になっても、この人は多分、助けてくれる人がたくさんいて、子供たちがそばにいなきゃ生きていけないっていうような人じゃないって言って、そう思って、とにかくあなたたちは自分の人生を歩むっていうことを、考えて、自分でいろんなことを選択していきなさいっていうのが、私たち3人に残した言葉だったんですよね。で、本当にもう死んじゃったんだって思ったと同時に、そのことが蘇って、で、私はもうとにかく夫が立ち上げたことを、なんとか叶えたいと思ってここまで来てたんだけれども、この瞬間に、私として希望の会を、やっていくって同時に決めたんです。はあ、だからそこはね、続ける続けないは、こうね、哲也さんから自由だけれどっていう風な形ですけども、ロミさんとしてはもう続けていくと、この時決めた。続けていく。はい。決めました。はい。ね、その時いろんなね、プレッシャーとかもあったと思うんですけれども、ね、大丈夫でした。いやまず私が、患者ではない。っていうことで、だから、この政策提言で、がん対策基本法のことは、その後、夫が旅立った2016年の年末に、国会で、可決されて、私たちが願っていた文言が、がん対策推進基本計画にも取り入れられたし、そこに膵がんやスキル膵がんのようなっていう文言が入ったっていうことに関しても、やってきたことっていうのは形になるんだなっていうことは思いましたけれども、で、その時にやっぱりマスコミに結構取り上げられたんですよね。可決の瞬間をパッと報道で、写真を撮っていただいたというか、それが報道にも流れた時に、やっぱり少し目立つと、それに対していろんな声が聞こえてくる。これはもうずっと今も続いてることなんですけど、そんな時に、抗がん剤もしたことないくせにっていうことを、やっぱり、もう少ない数でしたけど言われたんですよね。それはやっぱりその後の自分の10年間に私が治療を受けたわけじゃないっていうことはずっとなんか引け目のように思ってたんだっていうことを今回自分が患者になって明らかになりましたね。はい。ね、本当ね、いろんなことがあった中で、そして次、はい、こちらになります。はい。コロナ禍のステイホームで夫の不在を痛感していく。はい。皆さんもそうですけど、2020年でしたかね、新型コロナウイルス感染症になって、それで、ステイホームっていうことで、家にいましょうっていう時期があったじゃないですか。その時に、多分そこまでは患者会の活動で、頻繁に動いていましたし、いろんな人とも会っていた。それで、家にいましょうって言って家にいたら、この頃、子供たちは海外にいたり、あと離れたところに住んでいたりして、で、母も、別の家に、そうですね。玄関が違う家に住んでいるので、ふっと家の中を見たら、私しかいないって思ったんですよ。で、これはね、ちょっと本当に夫は帰ってこないんだってことを、痛感する辛い出来事ではありましたね。はい。ね、自分だけっていう風な形で取り残されたような感じを思っていらっしゃる中で、そしてね、その後、こちら、還暦を迎えられていく。はい、そうですね。はい。そこに向かって上がってってるのは、実は
誰とも話せないのがすごく寂しかったので、誰かと話したいなと思った時に、すごく短絡的なんですけど、オンライン英会話を始めたんです。ほう。で、もう本当にね、中学レベルの英語からなんですけれども、毎日25分かな。自分が調子がいい時とか、この時だったらいいなっていう時間を予約すると、そこで話をする人がいるんですよね。で、意外と、英語そんなに喋れてるわけじゃないけれど、とってもストレートに褒めてくれたりとか、なんかこう、お腹の中ではどう思ってるんだみたいなことを感じずに、話すっていうことで、だんだんこう自分の気持ちが外向きになってきて、私、いろんなところにまだやってないことがあるし、可能性があるんだなと思いながら、すごくステイホームで、一人を感じたところから、一人じゃないっていろんなつながり方があって、今までだっていろんな人に支えられてきたなと思いながら、気持ちが上がりながら還暦を迎えたってことですね。っていうことですね。はい。そっか。今ではね、立派にこう、海外でもね、話されていらっしゃるっていう風なところの、きっかけもこの時からね、あったのかなと思います。はい。そして、還暦を迎えられて、ちょっと還暦についてはね、僕、年齢については何も触れれないので、ちょっと次にね、ちょっと行きたいなと思います。いや、ちょっと何腹とかなったらちょっとね。ずいぶん触れてるじゃない。そうですね。はい。ちょっとね、そんな中でちょっと上がっていきますが、次こちら。はい。もう最近になってきますね。はい。高額療養費限度額の引き上げに関する要望活動開始されていくと。はい。いうことで。もうこの時にはあれですね、ロミさんは全国がん患者団体連合会の、もう加盟だけじゃなくて、はい。理事になって、はい、いますね。今は事務局長っていうのになってます。はい。この時上がっていますけれども、はい、それはどういうことでしょうか？還暦を迎えた時に、私は、還暦を迎えることができたわけですよね。それで、その後、じゃあ自分の人生をどうやって、なんて言ったらいいのかな、着地させるのかって言ったらおかしいですけど、やっぱり自分が動いたり考えたり、できているうちに、私はどう生きるのかっていうのを考えたんですよね。その時に、自分が続けていくっていうよりも、自分の次の世代の人たちが、のびのびと生きられるとか、何かやりたいことがあったらやれるっていうような土壌を作っていきたいと。そして、静かにフェードアウトしていきたいと思って、この還暦を境にいろんなことを考えて、この後に患者会の希望の会解散っていうのにも繋がっていきますけど、ここをきっかけに考え始めたんです。で、その時にちょうど本当に1年前のクリスマスイブに、政府からこの高額療養費の限度額を引き上げるっていうことが政令として出されるっていう情報が入って、そして全国がん患者団体連合会が要望書を提出したっていうのがこの昨年のまさにクリスマスだったんですね。その時に私は今自分が持っている力をすべてここに注ぎ込もうと思ったっていうのが、上がってるっていうことですね。そうですよね。当時のね、ニュースご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、すごいね、本当要望活動で署名を集められて、ね、最終的にその後、こちら、はい、翌年には総理とのね、面談だったりとか、あと、参議院に呼ばれたりとかもされてましたもんね。そうですね。まず、この高額療養費制度っていうことに関して、私が理事長をしていた希望の会の会員で、スキルス胃がんになってる方って、意外と30代
30代というか30前後の若い女性がなるっていうのがスキルス胃がんの特性の一つでもあるので、そして、この支払いのことについてとか、小さなお子さんを残して旅立つっていう、方たちの、悲痛な声っていうのは10年間聞き続けてたことだったので、もちろん全元連の理事ではありますけれども、この高額療養費制度の限度額引き上げについては、やっぱりスキルス胃がんの患者会の希望の会の理事長として、ここは私は行かねばならぬっていうふうに思って、もう桁違いでしたね。今まで10年間いろいろなことで、予防活動っていうのは、さっきの、がん対策基本法の改正に限らず、例えば、妊用性温存とか、それから受動喫煙防止法とか、ゲノム法で差別が起きないようにとかっていうような法律を作ってほしいとかっていうようなことで、10年間、政策提言っていう予防活動はやり続けた中で、もうこれは桁違いでした。もう毎日、議員会館とか国会に足を運んで、いろいろな方に声を伝えていくっていうことをやって、その中で、衆議院は通過したんですよね、一旦ね。それで参議院に移った時の初日に、突然前日に私の家に参議院ですっていう電話がかかってきて、それで明日の予算委員会の一番初めに、参考人として出てくださいっていう、前日に来たんですね。前日です。で、はいかイエスしかない。嫌ですとか、怖いですとか、言えないじゃないですか。ここまでやってきてね。それで私の自分が、っていうことで、これは断るわけにはいかないっていうので、そこはもう、エネルギーマックスですよね。自分が持ち得る全エネルギーを持って国会の参議院の予算委員会に参考人として登場しました。はい。で、登場されていったりだとか、その後ね、ここに書かれているように、総理との面談も神戸から飛んでいって。そうですね。はい、参議院に参考人として出て、で、その日の夜には、神戸で開かれている学会の運営っていうのを全元連が、委託されていたので、神戸に移動してたんですね。そしたら今度、その2日後の午前中に電話がかかってきて、夕方までに東京に戻ってきてくれと。それで、総理が会うと言っている。っていうことで、私たちが渡したかったのは、署名ではなくって、全元連が緊急アンケートとして、皆さんの現場の声、この、限度額引き上げに関してどう思うかっていう声を寄せてくださいっていうのが、1月の3日間で、3600名以上の声が集まって、で、それはもう当事者はもちろんだったんですけど、医療者とか、治療する側の人からも届いたんですね。で、その中の、特にスキルス胃がんの、女性の患者さんの声が何回も繰り返し国会の中で、取り上げられて、質疑が、進んでいた中だったので、やっぱりもう、当事者の、患者会の代表として参考人として出る、それを受け取るって総理が言ってるから、そこに行って、読んでいただけるようにそれを渡すっていうのがこの3日間の間に起きたということです。ねえ、すごかったですよね。もうその時は本当にもう活動もね、もう限界を超えというかマックスの状態で、はい。はい。もう勢力ね、本当にもう、行かれて、いろんなところにも行かれて、そんな中で面談でようやく、高額療養費制度が一旦、当時は落ち着くっていうか、凍結されると。凍結、一旦立ち止まって、それで
秋までに、まだ今審議続いているっていうことは、やはりこの時に声を上げなかったら、国会で取り上げられずにもう限度額って引き上げられることができる政令ってものだったんですね。で、それを皆さんが声を寄せてくれたものを持って、いろいろな議員の方たちに説明して回ったことで、国会でそれが取り上げられるようになった。で、国会にかかったから、総理も答弁を求められるようになったっていうやりとりの中で、一回衆議院を通過して参議院に行ったものが、もう一度衆議院に戻るっていうのは、今の憲法下っていうか、憲政史上初って言われることだったので、ここに至るまでは、もう、よくこんなエネルギーが自分にあったなっていうぐらい、疲れたとかそういうことも思えないような毎日でしたね。はい。そんな中でね、ちょっと下がっていきますが、ついこちらのね、状況、つい何があったのか。はい。心身の不調が半端ないということで、ちょっと体調を少し崩されていく。はい。状況になっていくんですかね。そうですね。この、総理とお会いしたりしたのが3月だったんですけれども、その3月の末ぐらいから、とにかく体が重い。で、気力が湧かない。誰かと会ったりしても、なんかその時に、なんか気持ちが上がらない。で、何食べても美味しくないっていうような状態になって、私この時に、メンタルをやられたって思って。ね、もう上がるとこまで上がっちゃったから、次ね、ちょっともうそれの反動でというか、来ちゃったんかなって思いますよね。思いました。そっか。それどれぐらい続いたんですか、もう。癌だと分かるまでずっとです。ずっとですか？はい。だから半年間ですね。3月の末、そうですね。ちょうど半年間、なんで私こんなになっちゃったんだろう、なんでなっちゃったんだろうってずっと思いながら、もちろん何もしなかったわけじゃなくって、メンタルを見てくださる医療機関にも行きましたし、あとはもちろん、内科にも行ったんですけれども、そこの血液検査では、もしかしたら膠原病になりかかってるって言ったら変だけれども、膠原病なのかもしれないから、定期的に血液検査をしていきましょうっていうことを言われて、この半年間、とにかく過ごしていた。じゃあ、ちゃんと、定期的に、その、内科のクリニックで血液検査は続けていってたんですね。そうなんです。はい。で、膠原病かもしれないということで、お薬とかもあったんですか？そうですね。なんか内臓が動いてないような気がしてて、で、胃とか腸とかは調べてたんですよ。だけど、胃腸に特に、そういうなんか、異常は見つからなかったから、先生もおかしいなって言いながら、血液検査でとにかく状況を見ていきましょうっていうのが、この半年間でしたね。はい。そしてその後ですね、こちら。はい。血液検査で病院から呼び出しを受けると。はい、これがその半年後ぐらいに。そうですね。検査していって。はい。8月の本当に、最後です。8月の最後に、血液検査をしたら、急に、病院からも、夫の時と同じですよね。夫も、病院から電話がかかってきたんだけど、私も病院からすぐ来てっていう電話がかかってきて、それで病院に行ったら、とにかく炎症反応っていうのがとてつもなく上がってるから、まずは細菌感染かもしれないから、とにかく薬を飲んでほしいと。で、それで収まらなかったら、これはもう違う検査をしていかなきゃダメだっていうことを言われたのが8月の末です。いきなり病院から電話あったら焦りますよね。もちろん焦りますけど、その時に、夫もね、自分がスキルス胃がんって分かった時に、実は何が起きてるか分からないことの方が怖かったって言ったんですよ。
そんなに厳しい状況を告げられたのにもかかわらず、これで治療の方向性が、わかるんだったら、その何が起きてるのかわからないっていう時が一番辛かったって、夫が言ってたことが、やっとこの時分かった。私その時に何言ってんのこの人って思ったんですよね。こんな厳しいことを言いながら、なんか、やっと病名が分かったって言った気持ちが、その時分からなかったんだけど、私はこの時に、この気持ちだったのかって思ったので、なんかちょっと上がってますよね、だから。そうなんです。だからここでね、ようやくその、癌かもしれないって時に上がってるんですね。上がったんです。はい。なかなかね、だから癌告知上がるっていうのってなかなか少ないと思うんですけれども、この時にようやく、あれですか、検査の呼び出しがあって、なんか変かもしれないということで、また大きな病院に行ったんですかね。そうですね。これはやっぱり自分が、10年間、患者会の代表をしてたってことで、ある程度、知識を持ってたってことがあったので、この状況で、癌かもしれない、癌じゃないかもしれないって言ったら、どっちも見られるところに行った方がいいだろうと思って、総合診療科っていうのがある病院に行きました。はい。で、その総合診療科で見てもらう。はい。画像検査をもうした方がいいと、どんどん炎症反応が上がっていくんですよ。で、だから細菌感染ではないってなったらもう何かが体の中に起きている、どこかに炎症が起きているってことだから、画像検査をしましょうっていうことで、これはすごく、速いスピードで、進みましたね。はい。大きな病院にいろんな検査をしてもらったのね。はい。はい。で、そして、ようやくね、この、癌と分かっていく。この時はどういう状況で癌告知されていくんですか？画像を見た時に、先生がすごく言いづらそうにしたんですよね。で、もうそれは自分が家族の立場だった時からそうだし、患者会をやっててもそうだけど、やっぱり医療従事者だって人間だから、言いづらいことを言う時って顔が硬くなるし、表情も硬くなるし、それは私が家族だった時も、診察室の扉をパッと開けた時に、その瞬間の担当医の表情で、って思うことがあったんですよね。だから、その緊張してる様子を見た時に、多分癌って言われるなっていうふうに思いました。だから、どっちかっていうと、私が、告知を助けちゃった感じ。癌かもしれない、癌じゃないですかみたいな。そう、なんかいろいろ説明をし始めて、ここにとか、これは転移だってことだなっていうようなことも、だから言葉の意味が分かったので、じゃあそれは、癌っていうことで、それで先生がおっしゃってるのは、転移もしているっていうことをおっしゃってるんですよねっていうことを言ったらそうですっていう。わかるがゆえにね。ただね、さっきね、轟さんがおっしゃったように、何があるかわからないって時の方が不安で、癌告知された時の方がちょっと上がっていると。はい。そこからなんですよ。その後ですね、そこから癌告知を受けているんですけど、まだ上がっていくんですよね。はい。ここからね、治療とか入っていくんかなと思うんですけど、その前に、リンパ節転移が判明を、この時もする。はい。そうですね。さっき言った総合診療科で、これは癌であるっていうことが分かったときに、私も、胃がんっていう、そういう消化器っていうかの、患者会の代表をしてましたから、自分の状況がかなり厳しいだろうっていうことと、それから治療の選択に困っていくだろうっていうことを、また分かっちゃう。察してしまうんですよ。だったら、これは、癌専門病院に行って、例えば、治験とか臨床試験とかっていうものも含めて、選択肢をたくさん持てるところに行こうっていうふうに自分で決めて、もちろん
胃がんの患者会やってましたから、医療者とのつながりもあるので、ご相談しながら、自分で勝手に決めたわけじゃなくて、ご相談しながら決められたっていうのはすごく大きかったと思いますけど、このそもそもの元は、夫の時に、世の中にがん診療連携拠点病院とそうじゃない病院があるんだとか、それから、つながった医療機関によって示される選択肢に、差がある、格差があるっていうことがとっても悔しくて、で、そのことを解消したくて、うちの夫は、患者会を作ったっていうことがあったから、そのことが、今の私の支えになったっていうことでしょうかね。救ってくれたって私は思いました、この時に。で、リンパ節に転移が判明していく中で、なので、それでまた、ステージ4の告知を、これはまた違う病院で受けられている？そうですね。がん専門病院。今治療を受けているがん専門病院で受けました。だからしっかりちゃんと病院を先生と相談して、決められていって、そうですね。それと、生検をして、で、本当に、胆のがんであるのか、他に原発があるかどうかっていうことも含めて、きちっと、最終的な、診断をするために必要な、検査を生検も含めてして、そして、10月の2日ですね、に、胆のがんのステージ4で多発性リンパ節転移が伴っているっていうことを改めて言葉ではっきりと聞きました。ねえ、そんな中でなんですよ。ただ、ね、ステージ4の告知にもかかわらず、めちゃくちゃフラットな状況が、轟さんには続いてるんですけれども、これ下がらないんですね。もうそんだけ転移してて、ステージ4って分かっても、轟さんの中では。今から思えば、多分、私そのポジティブっていうのはなんか楽しいとか嬉しいとかっていうんじゃなくって、車の運転で言うと、ギアをぐーんとこう上げていくっていうのが、自分の中のこの山が上がってるところなんですよね。それで、この後実は、希望の会を解散して、胃がんネットっていうのに形を変えるっていう、それはさっき私が言っていた還暦の時から考え続けてきたことを実行するのが11月、それが胃がんの啓発月間が11月だったからで、もう決まってたんですよ。なのに私が10月に、このがん告知を受けたっていうことで、あまりにもできすぎたタイミングっていうか、で、そのことが私が、癌になったから、解散するんじゃないっていうことも含めて、自分のギアをガッと高めて、今まで考えてきて本当に良かったって思ったり、ステージ4で、転移があるっていうのはもう希望の会で、たくさんそういう人に日夜接してましたので、どちらかというと、こちらの情報に、いつも囲まれていた。夫自体もそうだったじゃないですか。で、今から思うと変だなって思うんですよ。だからそのギアを上げすぎちゃったのかなと思うんだけど、私ね、この時にほっとしたんですよ。ほっとする方。夫がほっとしたって言った時に何言ってんだと思ったのに、こういうことかと思って、私、これで患者じゃないのにって言われないで済むっていうことと、あの時の夫の気持ちがやっと分かったっていうのと、本当の意味で私が今、接している、患者さんたちの気持ちが、もしかしたら少し前よりも分かるようになったのかもしれないって、これが、とにかくこの1年間、年明けの高額療養費の時から桁違いだったってさっきお話ししましたけれど、私に何が起こってるのかが、もう本当に怖かったんですね。この12年前の夫がスキルス胃がんと言われて、火事になって母を亡くして、そして、それだってすごいことだと思うのに、今年になってどうして私にこんなことが起きるんだろうって、
桁違いの要望活動になってって、国会に呼ばれたり、総理に会ったりって、なんで私の人生にこんなことが起きるんだろうっていうことへの答えが、伏線回収じゃないですけど、ここに私の定めがあったのかって、なんか思った。いやー、そう結びつけるのすごいですね。なかなか、もうなんでこんな理不尽なんだ、みたいな感じで思うことの方がね、思う気がするんですけれども。それ還暦すぎてたっていうのが大きかったかもしれません。やっぱ還暦か、やっぱり。還暦。私ね、10年前だったら違ってたんじゃないかなって思うことがあって、だからよくがんも、私の会にも、いわゆる綾世代っていう方たち多いし、だから、例えば同じ何がんのステージ何々っていうのが同じでも、その人が置かれている、背景とか状況とか、その人が、年齢ですよね。年代によって、たとえ同じ人だって感じ方は全然違う。で、私はもう子育ても終わってたし、還暦を過ぎているし、で、自分でこうやって、どうやって人生を着地させようって思ってた時だったから、そういうふうに受け止めたんだと思います。ねえ、そんな受け止め、ね、本当ね、轟さんすごいなと思うんですが、その中で告知と同時に、実はついこちら、はい、治療にも入っていくということで、薬物療法、これは抗がん剤とかの治療に入っていくんですか？そうですね。この、10月2日に告知を受けたっていう話をしましたけれども、実はその告知を受ける、多分癌だろうって言われてから告知を受けるまでの10日間ぐらいに、いわゆる高熱を出し始めて、で、これが腫瘍熱っていう癌による炎症が、原因の熱で、本当に毎日、辛い状態だったんです。で、腫瘍熱だと思うから、その熱を下げて検査に来てっていうような、お薬の解熱剤で下げていく、それも本当に辛かったんですけど、そのような状態だったので、医療者から、担当医から、きちっと診断がついたらもうすぐに薬物療法を始めます。って言われて、実はこの、正確な診断を言われたその日のうちに、もう席が用意されていて、薬物療法するからねっていうのは決まってたんです。だからもうこの日にやられていくんですね。この日にしました。そうね。GCP 療法。はい。ちなみにどういうお薬？はい。G がゲムシタビンです。で、C がシスプラチン。で、P がペンブロリズマブの P で、これはわかりやすい名前で言うと、キートルーダーですね。で、まさにこの今年高額療養費の引き上げの時に国会でもオプジーボやキートルーダーっていうことが出てきて、そのことを総理とも話してるんですよ、私。だから、で、一番最初に私の体に入った薬物がキートルーダーだったんですね。それを、こうやって見上げながら、なんていうのかな。ここでも、これが私の定めだったんだって、思った。だからこの時に、なんとか受け止めようと思ってたんだと思うんです。今から思うとね。やっぱり、ショックじゃないなんてことないと思うんだけれども、自分を守るために、そうやって、どこかいろんなスイッチを切って、これが私の定めだったんだ、これが私の定めだったんだって何度も思ってましたね。はい。またね、副作用とか後でまた今日お話をいただこうと思うんですけど、その治療が始まっていく中で、そしてちょっとまた次上がっていくのは、次就活されていくっていうことで、やっぱこれあれですか、やっぱステージ4だからとか、いろんなことを考えて。はい。で、それと私、夫の真似をしてるみたいであれなんですけど、うちの夫も、告知を受けた後、すごい勢いで就活したんですよ。で、自営業だったんですね。で、自営業って個人事業主だったんです。で、お相手があることだから、もちろん自分が仕事を辞めれば収入がなくなってしまうっていうのは分かってたけど、別にびっくり辞職だったとかそういうことではなくって、自分に責任が持てないと。
だから、今抱えているお仕事を、とにかく責任を持って最後までやったらもう新しいお仕事は受けないっていうことを決めたり、あとは自分がいつかいなくなった時に家族が困らないように、これはこうやって、で、ここに連絡をするみたいなことをとにかくノートに書き始めて、で、もう電球が切れても絶対に変えてくれない。あなたがやりなさいって言って、自分がいなくなったらやってくれる人いないんだから、自分が見ているからあなたがやりなさいっていう。で、車の運転もそうでした。私は、免許を持ってたんだけれども、高速走ったことなかったの。でも、夫の通院にもそれは、必要になるってこともあったんだけれども、いきなり首都高を走らされたっていうことがあって、だからやっぱり夫も、自分がいなくなった後に家族が困らないようにっていうふうな姿を私に見せてたんですよね。だから私はそれを刷り込まれているので、もうとにかく、私がいなくなった時に家族だけじゃなくて私の場合は、希望の会の人たちが困らないようにっていうことを思ってぐわーんとまたギアを入れたっていうこと。はい。例えば就活で、トロキさんのその具体的な中でなんかありますか？この就活で、例えば、マニュアルを作ったとかでもいいですし、お子さんたちにこういうこと伝えたでもいいですし、この就活の中で具体的にどんなことを、トロキさんとしては？とにかく物を捨てた。ほう。物を捨てた。うん。治療を始めて、もちろんもう初回から、体がむくむなとか、こういう洋服は、もう、着ると辛いなとかっていうことがあって、それで、もう、なんていうのかしら、前だったら、もしかしたらまたそれが流行る時が来るかもしれないとか思ったかもしれないけど、私はもうこれは二度と着ないとか、これ二度と使わないとか、あと、正直言って、夫のもので捨てられないものがたくさんあったんですよね。で、それが、例えばね、病院で使ってた歯ブラシとか、髭剃りとか、そういうものだったの。で、それは私にとってはすごく大事なことなんだけど、自分の子供たちにはそれを私が取ってるってことも知らなかったと思うでしょうし、だからそのことも含めて、私は整理しなきゃいけないんだっていう思っても、狂ったようにやってましたね。断捨離をしてました。一睡もしないでやってた日もあります。それすごいですね。すごい治療しながらね。はい。で、そこからギアを上がっていって、次こちらになりますね。はい。希望の会解散や、胃がんネットの設立。これが先ほどおっしゃられていた。はい。そうですね。希望の会は2017年から認定 NPO 法人っていうのになっていたので、で、それは、とにかく、希望の会は登録しているのが東京都なので、東京都に提出する書類っていうのがすごく多いんですよね。で、それに対して作ったりするのも自分だし、保管するのも自分の自宅だし、事務所を構えてるわけではないので、それを自分でやってきた。で、そのことを希望の会を大事に思ってくださる方たちはたくさんいたんだけれど、じゃあ、そのことをそのまま渡したら、多分、大きな負担になるだろうと思ったので、これは夫が作った希望の会をその家族である私が引き継ぐっていうところはなんとなく納得ができても、それを他の人の大きな負担にしてはいけない。もしその活動が必要なんだったら、今までつなげてきたご縁とか、力になってくださる、私の場合は日本胃がん学会とか、国立がん研究センターとか、そういうところの先生方とつながったまま違う形を作ろうと思って、これはもう本当に数年がかりで準備して、
11月に発表するって決まってたんだけど、私が癌だっていうことで、そのせいだと言われないように、いかにこれを実行するかっていうのが私のもう目の前の一番の課題でしたね。で、ありがたいことに、胃がんネットを作って希望の会を開催するっていうことに関しては、私が思っていた、願っていた以上に、これは発展的に解散したんだっていうことで、形を変えたんだっていうふうにスーッと、スタートすることができたなと思っているので、とにかくこの日を迎えるまではっていうところまでは、うわーんとそうですね、ギアも入れて、アクセルも全開みたいな感じで。すごいですね。治療のさなかね。はい。新しい組織も設立、そして今までの会をね、解散していって、本当に大変だったと思うんですけれども、はい。で、本当なんか我々としても、スキルス胃がんだけじゃなくて、様々な胃がんのね、患者さんたちを見てくれるような、そういった患者会というか、その患者をサポートするような支援する団体ができたんだなっていうふうなことでお見受けさせていただきました。はい。そんな最中ですよ。ちょっとまだ下がってるのがちょっと怖いんですけれども、はい、次こちら。突発性難聴と疲労感が。はい。さっきから私、ギアをトップに入れるとか、アクセル全開で吹かしてるとかって言ってましたけど、やっぱりこれが自分の定めなんだ、今頑張んなきゃって思うことも、やっぱり、副作用に意識が向かないっていうのかな、なんか頑張らせちゃったんだと思うんですよ。だからその間、私、でも今でも大きな、日常生活が送れないっていうような副作用を感じてるわけではないってことは非常にありがたいことだと思ってます。だけど、この希望の会解散と胃がんネット設立をやり遂げた後に、やっぱり私治療を受けてるよねって。で、そうだよ、ゲムシュタビンとかシスプラチンとか体に入ってるじゃないって思い始めて、その時に、電車の発車のベルがすっごく音痴に聞こえたんです。で、なんだこれと思って、何これと思って、で、他の音も全部不協和音に聞こえるようになって、で、耳鼻科に行ったら、難聴になってます。で、その時に、これもしかしたら、副作用なんじゃないかと思って調べたら、案の定耳の聞こえって、あんまりそういうこと私意識してなかったんですよね。これも副作用の一つなんだと思って、本当だったらステロイド投与だったんだけど、これステロイドを投与服用するとか投与されることががん治療に影響するのは嫌だからちょっと待ってくれって言って、担当医に連絡をして、それは、体内に、そういう形で入れない方がいいっていうので、鼓膜注射っていう耳の中に注射をするっていうのを数回受けました。で、そのあたりから、もちろん蓄積もあるんだと思うんですけど、結局、全開で動いてるじゃないですか。その疲れがドドドドドドーンってきたっていうのが、11月の末ぐらい。もうつい最近ですね。つい最近です。つい最近。ドスンと落ちましたね。ドスンと落ちて。はい。そして今、ちょっと、プラマイゼロの状態まで今持ってきてくださってるということなんですね。はい、そうですね。私、これも知っていたからということもあるかもしれませんけれど、一番最初にも自分から、メンタルを支えてくれる人、存在が場が欲しいと思って、精神腫瘍科にかかりたいって言って、精神腫瘍科にもう閉会、最初の時から、かかりたい。治療がうまくいってても、それを、かかっていたいっていうことで、で、結局自分でいろいろコントロールしちゃってた自分の中の本当は感じていた痛みとか、そういうものをやっぱり行くたびに吐き出すことができたんですよね。で、その中で、轟さんそれ、すっごい普通のことで、逆に今まで
感じなかったっていうのは、ものすごい衝撃があって、その痛みに集中してたからで、そのことがだんだん慣れてきたっていうか、収まってきたら、実はここも痛かったっていうことに気がついていくっていう。だから、自然なことなんですよってね、あなたが別に弱いとか何かが悪くなってるとかそういうことじゃないっていうのを言っていただいたことで、そっか、私がん治療してるんだもんねって、自分をやっとフラットに。今ようやくね。はい、そっか。じゃあもう最初の方から、精神腫瘍科みたいなところ、心身の不調が半端ない、血液検査、がん告知されたぐらいからは、はい、かかってたんですけど、後からね、この時に先生言われたんですけど、なんかね、轟さんの講演聞いてるみたいで、診療に行くと、私今こういう状態で、こういう状態でって、なんか、すごく分析して、それが理路整然としてて、そうですか。本当そうですね。全然そこに違和感はないですし、あなたがそう思ってるんだったら、そうなんでしょう。随分整理されてますね、みたいなことを言われてたんですね。で、もともと知ってる中ではあったっていうのもあるんですけど、それでやっと先生が、やっと自覚したかみたいな。自覚してね。そっか。いや、ようやくね、それで今ちゃんと自覚してフラットな状態に、はい。今戻ってきていただいてという風な、はい、このペイシェントジャーニーでございました。ちなみに今治療的には今続いてるんですよね？続いてます。で、今度のクリスマスの日なんですけれども、この、ペンブロリズマブっていうのを今まで3週間に1回投与っていうのを、6週間に1回投与っていうのに変えるので、投与量が増えるから、それでどうなるのかっていうのはありますけど、そのことで、今、どうなるのかなっていう不安はありますけど、そっか。今、癌的には、腫瘍はどうなってるんですか？効果があって、腫瘍マーカーも正常値になってるし、腫瘍自体は、小さくなってるっていう、小さくなってるっていう、消えてはないですよ。でも、小さくなってるっていうことは先生に言われてて、で、急に最近、私、でもなんかちょっと時々落ち込むんですよね、とか言っても、普通って言われて、落ち込むんですよね、ぐらいだったら、そういう日があっていいと思いますって言っていただいてるような状況です。そっか。じゃあ今は、癌の治療が走行していて、今、癌は小さくなっていて、ただまだ癌は残っていてっていう、この治療はずっと続くってことですね。そうですね。続けられるといいなと思ってます。はい。というふうな今の状況でございました。ありがとうございます。はい。そしてですね、ここからですね、様々ちょっと各項目に分けて、なんか7、8項目ちょっとね、お伺いをしていくんですけれども、まず、病院や治療の選択と言いまして、どのように病院を、選択されていったのか、SDM っていうね、シェアードディシジョンメイキング、治療院の方と一緒に癌のね、治療法を決めていこうっていう風な今の流れがあるのかなと思いますけれども、それは、轟さん的にはどうでした？ SDM、できてました？できてたと思います。自分の価値観というか、こういう時にはがん専門病院に行きたいとか、もしかしたら治験とかそういうことも選択肢になるかもしれないからっていうようなことも伝えて決めていきましたし、胃がん学会の先生、胃がん学会の、先生方たちは肝胆膵の治療には関わってない方が多いんですけど、でも、相談に乗ってくださって、そうでいいんじゃないかとかっていうようなことは、声をかけてくださったりもしたので、はい。じゃあ、轟さんの、まず病院のその選択に関しては、いつも言ってクリニック、内科のところから、大きな病院に行きまして、そこでいろいろ検査をして、で、がんじゃもないかっていうことで、がん専門病院行くじゃないですか。はい。その病院に関しては、紹介されたところに行ってるのか、轟さん自身でいろいろ調べて選択されていってくるのかでいうと、どうですか？私が、調べたというよりは、今までの、日々の中での関係で、ここの病院だったらっていうことの知識で選んだっていうことですね。はい、そうなんですね。
ちなみにここは別にカットするんで、どこの病院行ったんですか？どこの病院行ってたんですか？はい。総合診療科は慶応ですね。で、今は眼検有明。有明さんに行かれて治療しているっていうことですね。はい。ありがとうございます。ちょっとすいません。本当個人的に知らなかったんで、すいません。失礼しました。はい。で、じゃあ、次、治療に関しては、その医療者の先生、主治医の先生以外にもいろんな先生にもちょっとお話をお伺いして決めていった。いえ、もう治療は、もうこれっていうことを言われた時のその GCP 療法っていうことに関しては、自分でも何を言われてるのかが納得できたので、これはやっぱり夫が告知された時と全然違ってましたね。知識を持っていたから、わかりましたっていうことで。はい。じゃあここに関してはもう、トロキさんもいろいろ知識あったから何も迷わず、決めていけたっていうことですね。はい。じゃあ次、こちら。はい。副作用や後遺症のことといたしましてですね。いろいろお話をちょっと次、副作用や後遺症のこと聞いていきたいんですけれども、ね、抗がん剤治療、その GCP 療法されていった中で、副作用や後遺症いかがでしたでしょうか？はい。まず、例えばシスプラジンとかすれば脱毛するとか、吐き気とか、いろいろなこと、お薬も出されるし、来るぞって思って待ってたことは、そんなには起きてない。そうなんですね。ですよね。だけれども、耳にも来るのねとか、で、今ね、一番思ってるのは、この、なんか疲労感とともに、時々気力がプツッと切れる時があって、それで、私どうしてこんなぼーっとしてんだろうって思う時があるんですけど、それもよくよく見たら副作用の中に入ってるから、だから自分で勝手に決めちゃうんじゃなくて、なんか自分が前と違うなって思うことはちゃんと伝えていった方がいいんだなと思って、日記みたいなのにもつけてますし、診療時間内にも必ず伝えてます。そっか。だってあれですもんね。トロキさんその副作用全部見て分かってるわけじゃないですもんね。そうです。はい。で、何が起きるか分かんないじゃないですか。はい。ちなみに、あれですか、抗がん剤髪の毛も抜けていって。はい。はい。今これはウィッグです。っていうことですよね。はい、ウィッグされてみてどうです？なんか今まではウィッグされてる方とかをね、接して見られていってって形ですけど、自分でやってみて、ウィッグ。自分が思ってた以上に、なんていうのか、そんなに他の人から気がつかれなかったりとかするんだなっていうのは、多分今日の方もね、トロキさんがウィッグっていうのを気づいてない方もいらっしゃったんじゃないでしょうかね。で、最初はなんか、そういうことに関しても、なんかおしゃれなんだって思って気持ちを上げていこうみたいな気持ちも働いてたかもしれないです。はい。トロキさんのウィッグを決められたのは、なんかそういう、自分で見に、なんかそういうウィッグの会社さんに行って購入されたんですか？はい、いろいろな体験談を聞くことが多かったので、自分がそういう時にはここに行こうという評価が高いなって思ってたので、決めてたところがあったので、もう一発でそこに行って、はい。本当ですか？ちなみにこれカットするかどうかわかんないんですけど。なんでそこを知りたいじゃないですか。どこ行ったらええんかなっていう。はい。どこスベンソン。スベンソンさんね。いろんなそれも関係性があってっていうところ？これカットするんですよね。それは後で、トロキさん聞いてからやります。ちゃんとトロキさんのご意向はちゃんと聞きますので。はい、もちろんそこに、評価が皆さんの、すごく、評価が高かったから、私もそこで相談しようってことは思いました。でもう一つはね、銀座にあったんですよ。帰りに木村屋のアンパン買って帰る。そういうことね。大事。やっぱ自分のね、ご褒美じゃないけど。位置的にって思って、決めました。ありがとうございます。これがね、カットされているかどうかは、放送をまたお楽しみください。今日はね、せっかく来てくださってるんで、よりちょっと具体的に聞きたいなと思って、ちょっとお伺いさせていただきました。はい。そしてですね、次ありがとうございます。次、
家族のことについてもちょっとお伺いをしていきたいなと思っております。お子さんのことは後でお伺いするので、この家族っていうのは、何でしょう、哲也さんのお母様のことだったりとか、そういったところをお願いできますか。はい。具体的には、開花に住んでいるっていうことで、自分のことは自分でするっていう、高齢、90超えて高齢ですけど、母はそういう人なんですね。で、お互い支えながら、で、私の活動を、とにかく応援してくれたっていうのはもう母が一番だったと思います。だから私が、癌に罹患した時のショックっていうのがすごくで、今までいろんな、若い人を見送ってきた経験があった。で、実は私が、治療しようっていうふうに決めたのも、母がいるからっていうのは大きかった。私が母を見送らなきゃっていうようなことで、母を悲しませたくないっていう気持ちがありましたね。そのためにも治療を頑張ろうっていうことを思われていた。なので、あれですよね、轟さんの義母っていうことですね。そうです、そうです。はい。もう、一緒に、開花には住んでおられて、一緒に、そのためにも治療していたということですね。そして、お子さん。はい。お子さんのことについてもちょっとお伺いをしていきたいなということを思います。はい。長男夫婦だったり、長女さんがいらっしゃる。そうですね。はい。二人とももう、30も半ばで、それで、長男の、お嫁さんは中国の方なんですね。で、この3人がとっても絶妙の距離感で、自分の父親を見送った。その時から、お嫁さんも、知っていたので、で、その時の経験があるのか、とにかく、揺らがないでいてくれる。で、私がもうとにかく、急にアクセル踏んじゃって就活を始めても、私ちょっと家取ってくるわとかって言っても、はいはいとかって言って、そういう母親だしねっていう感じで、そんなこと言わないでとか、そんなことしないでみたいなことを言わないっていう、この姿を見て私は12年前の自分を反省してます。ね、その時はね。けどその時は一生懸命でしたもんね、轟さんとしてもね。そうですけどね。だからすごくこの普通に接してくれるっていうことが、どんなに、力になることなのかっていうのを今自分が、当事者となって家族から学んでるってことですね。じゃあもう子供たちに伝えてももう、分かってくれる反応というか。はい。で、今も普通に接してくれてるっていう、ね。はい、そうです。はい。ありがとうございます。そして、次、こちら。はい。仕事のことといったところになるんですけれども、仕事っていうか、轟さんの場合活動にはなるんですけれども、その中で活動、胃がんネットのね、設立だったりだとか、今、どうですか、治療していく中で、皆さんね、自分だけではなくて、胃がんネットに関しては、だって、何でしょう、胃がんネット代表になるんですよね。はい、代表理事です。はい、私が。で、やっぱりそれは、スムーズに、移行するっていうことと、それから力になってくれる、アドバイザーっていう、医療者の方とか専門家の方たちをたくさん、同意していただいたので、そのことに対しても私が最初スタートのところは責任を持って、つなげていくべきだと思って代表理事になってますけれども、ただ、還暦の時から考えていたように、私は、その環境を作ってそれを支えて、そこで、活動する次の世代の人たちの、が安心できる場を作りたい。それが私の役目なんだって思っているので、多分、いろいろなことへの関わり方は変わってくると思います。なので、またね、轟さんが今代表理事ですけれども、また引き継ぐこともある。もうそれも引き継ぐって決めているので、自分が、そこが本当にこれ、大きいことなんですけど、自分が責任を持てるっていうことの範囲っていうのが、今までと違う。例えば、こういうところでお話をしてくださいってオファーが来ても、その時
がすごく先だったら、その時自分がどういう状態でいるかわからないじゃないですか。それを今までは、普通に受けてたけれども、やっぱり自分が治療を受ける身になった時に、ここまでだったら責任持てるかな。でもここはできないなと思ったら違う人に、それは渡していくっていうのも一つの責任だなっていう考え方になっているのは違うと思います。っていう風な今ね、形で関わられているっていうことですね。ありがとうございます。そして、次こちら。お金や保険のこととしまして、そうなんですよ。ロミさんね、今、どうやって治療費ね、賄っていくのかとか、保険入られていたのか、民間の保険とかね、そこら辺の、普通だとちょっと聞けないところかもしれないんですけれども、毎回ね、ガンノートでちょっとお伺いしているので、ちょっと、ロミさんのお金事情、ちょっと聞いていきたいと思いますが、治療費、民間の保険を入られている？はい。民間の保険に夫が、癌に罹患した時に、私自身も保険を見直して、で、その時に、外来が多いとか、でもじゃあずっと外来かどうかもわかんないじゃないですか。だから、一時金をもらえるものにしようと思って、そういう形態を選んだり。民間の保険入られて、じゃあ。はい。でもちろん癌だけじゃなくって、いろいろな何が起きるかわからないっていう経験を人生でしてきてるので、そういう時に子供たちが困らないようなものを考えたりしましたね。相談しながら。じゃあそういったものを活用しながら今の治療費を賄っているのか、それとも貯金を切り崩しているのか、ちょうどね、高額療養制度のこともされている中で、治療して今言っていますけれども、どうでしょう？もう、この12年間っていうか、10年前に私、教員を辞めたので、そこから固定給は全然ありませんし、夫も個人事業主だったから、だから、いろいろな意味で、貯金というか退職金とか、そういうのを切り崩して、ここまでやってきたっていう厳しい状況はありますね。で、ただその高額療養費制度を使っているっていうのは、一つ、今、高額の薬剤を使っているからですけど、それでも、やっぱり請求額を見たときに、だって、何万っていうのが来るわけじゃないですか。そうですね。それも人じゃなくて自動なんとか生産機。そうですね。あの時が一番具合が悪くなる。ってなって、そう、だからもう本当にこの高額療養費制度のことを頑張ってきてよかったなと思うし、今後もこれ、もう、なんで引き上げることが前提なのかなっていうことを思う。今のこれが本当にセーフティーネ、ありがたい制度ではあるけれども、やっぱり今だってきついっていう声があれだけ届いてたっていう中で、すごく、できることはやっぱりやっていこうって思います。そうか。じゃあ今その民間の保険も活用しつつ貯金も切り崩して何万っていうのを毎月支払っている。そうです。状況。そうです。っていうことですね。そっか。それで、全然なんかあれなんですけど、それで全然続けていけそう。どれぐらい生きられるかっていうのがわからないけれども、その中で考えていくしかないですよね。自分のある中でね。そう。だから今はとにかく先のことを考えるよりは、今自分がどう毎日を生きるかっていうことに焦点を持っています。はい、ありがとうございます。そんな、次こちらですね。辛かったこと。大変だった時タイミングって今のお話の中でいろいろあったと思うんですけれども、ただ、この治療の中でも、治療というか今までの中でも、やっぱ前半にね、辛いことたくさんあったっていうところで、そこと比較すると今の治療って言ったところの、程度っていうのは、辛さっていうのは、それよりは上がっている部分にはなるのかなと思うんですけど、この中で、治療、心のね、心身の不調が半端ないところから、ここになっていく中で、一番大変辛いっていうのは、轟さんの中で、癌の治療に限って。治療に限ってですか？一人なんだなっていう。夫の時は全部私付き添ってたから、だから、
告知を受けるのも何もやっぱり一人なんだなっていうのは、まあ辛いというか、それが現実で生きてきたからまあそうなんですけど、一人なんだなっていうことは辛いといえば辛いですかね。そう。けど一人なんだなっていうのもね、だって、なんか、これ解決とかどうする？いや、解決はしないんじゃないですかね。うん。だから、やっぱり支援っていうのは、プッシュ式に、助けてって言った人につなげるんじゃなくって、やっぱり、平気そうに見えてる人が、辛いって思ってることを出してないだけで、まだ頑張れるって思ってるだけかもしれないから、いろんな支援というのはプッシュ式につながれるようにした方がいいなというのは思ってますけどね。ということですね。はい。そして次こちら。はい。工夫したことなんですけれども、轟さんの治療、いかん、いろいろね、様々経験されてきて、轟さんが今これ工夫してるよっていうことあれば教えてほしいんですけど、いかがでしょうか？とにかく日常生活の中で自分が気持ちがいいと思うことしか身の回りに置かない、しないっていうのを決めてます。だから、断捨離も含め。断捨離も含めて。されている。はい。身の回りの轟さんの気持ちのいいものっていうのはマットレス買いました。マットレスね。寝るときに気持ち良くならないとね。そう、まずなんか転がれるような部屋にしようと思って、転がれるような場所を作ったりとか。はい。マットレスを買って、そういう気持ちのいいことをようにしているということです。はい。そして次こちら、癌になる前と後で変わったこと。死生観もそうですけれども、轟さんの中でこれ変わったなっていうのはありますか？さっきの仕事の仕方で、自分が責任を持つっていうことはどういうことなのかっていう、諦めないとか続けるっていうことに向かうっていうことだった自分が、その責任を持つっていうのはどういうことなのかっていうことを考えたっていうことと、それから自分を保つっていうもののためには、とにかく、さっきも同じこと言いましたけど、自分の周りに、雑念が湧くようなものは置かないことっていう、人との関係もそうですし、いろんなことを削ぎ落として、今の自分のエネルギーに合うことをやっていこうっていうふうに思うようになったのは変わったことだと思います。そうね、先ほども心地のいいっていうのありましたけれども、そういうふうにちゃんと自分からもやっているってことですね。はい。そして次こちら。はい。最後の項目になります。今後の夢や目標っていったところなんですけれども、はい。轟さんの今後どうしていかれますか？はい。希望の会を解散して、胃がんネットを作るっていうのが一つのこの数年来の還暦後の大きな目標であったから、その目標は一つ叶えられたと思ってます。で、今の私の状況で、夢っていう言葉はちょっと思い浮かばない。だけど、自分の中の、生き方としての希望としては、こうやって、いつか、スーッとフェードアウトしていきたいなっていうような。で、その時に次の世代の人が、それを言葉にしなくても気づかなくてもいいから、私がやったりしたことが次の人にいい形での土壌となっていってくれたら、それはもう生きてきた甲斐があるっていうふうに思います。はい。ね。轟さんがフェードアウトできるタイミングがいつになるのかね。もうずっと存在感がありすぎるんで、多分フェードダイエット、多分ね、ちょっと難しいんじゃないかなと思いつつ、それが目標ってことですよね。目標です。はい。はい。ありがとう。はい、ここからインフォメーションをさせてください。がんノートですね、がん経験者のリアルな生活という本も、出ておりますのでね、Amazon さんだったりとか、お近くの書店でまた見てもらえたらということを思っております。各様々な患者さんの工夫っていったところは載っております。また、Audible などで聞くっていったところもできますので、こういったところもね、見てもらえたらと、聞いてもらえたらと思います。で、ここまで見てくださっている方に関しましてはもう、チャンネル登録だったりとか、高評価、もしくはコメントなどで応援してもらえたら嬉しいなということ思いますので、よろしくお願いします。で、今日いらっしゃる方でもね、がんノート出てみたいなって思われる方は、今、ホームページのところから出演応募フォームなどありますので、応募入れていただいたら事務局からご連絡させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。と
いう中で、ようやく最後の最後、こちらメッセージとなってきました。轟さんにですね、今日、皆さんに向けて、治療中の方に向けて、様々な方に向けてですね、このメッセージをいただきたいなということを思います。自分に言い聞かせてるのかもしれませんけど、メッセージとして進むのも勇気、立ち止まるのも勇気っていうことを私は送りたいと思います。で、私の名前って読み方によって郷ひろみって読めるの分かりますでね、本当ですね。郷ひろみでしょ。それで私、こういうふうに考えるきっかけになったのは、実はね、ちょっと前、数年前なんだけれども、郷ひろみさんが、本当に体の意味でね、こうやって回転し続けることはできるんだよって。だけど、年取ってできなくなるのは、ピタッて止まることって言ったんですね。で、深いなぁと思って、で、私どっちかっていうと、ちょっとつのしんで、もう諦めない、もうとにかく隙間があったら足突っ込んででも開けて進んでいくんだみたいな生き方をしていくと、だから進む勇気っていうのは持ってたんですよ。だけど、これからっていうかもう、でもやっぱり立ち止まるとか、やめるとか、離れるっていうことが必要なこともあるって、それってなかなかできないんですよね。だけど、それが必要なこともあるよっていうのを、私にも今思ってることだけれども、皆さんへもお伝えしたいなっていうメッセージです。すごいですね。郷ひろみが来ているね。そんな、ただ、轟さんの言葉をね、返すとね、いろいろ本当今までの、こともすごく、なんでしょうね。もう哲也さんの時から、そして、希望の会から、そして、政府の要望から今に至るまで、ね、胃がんネットの設立進んだりやとか止まったりやとか本当されてきたんだなっていうことを、改めてこの轟さんのお話を聞いて思いました。本当ありがとうございます。轟さん、本当にね、今日長時間お話しいただきましたけれども、いかがでしたか？いや、今本当にフラットな状態で、本当に一人のがん治療をしているものとして皆さんの前でお話ができたっていうのはすごく私にとっては貴重な体験で、個人としての轟ひろみとして話せたっていうところからまた私はスタートしていくんだなと思うので、本当に今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。